こんにちは、専門学校講師のいられさんです。この動画を撮影しているのが3月の頭で、ちょうど卒業シーズンで、これから出会いと別れなどがある季節ですね。それに合わせてメッセージ性の高い手書き文字の書き方をやってみたいと思います。結果的に少しお別れっぽいサムネになってしまったんですが、もしかしたらこのチャンネル終わっちゃうのと思った人もいるかもしれませんが、心配させたらごめんなさい。終わりません。でもこの感情を揺さぶるようなメッセージ性の高さこそ手書き文字が持つ力なんです。普通のフォントよりも書き主の顔を想像したりするため、感情を揺さぶる力やメッセージ性が高くなるんです。これを使わない手はないでしょう。ただ手書き文字って結構難しいんですよね。私も字はあまりうまくありません。ボールペン字講座を習いたいくらいです。でも今回紹介する7つの法則を使うと、このくらいの文字は書けるようになってしまいます。いいでしょう。そこで今回は Adobe Illustrator を使って字があまりうまくなくてもそれっぽく見せられる手書き文字の7つの法則を解説していきます。いられならではの良さがたっぷり詰まっていますし、この法則自体は普通のボールペンで手書きする時でも活用することができます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではデザイナーを目指す人やセンスを磨きたい人のために役立つ情報を動画にしています。続けて見ているうちにどんどんスキルアップしていくはずです。役に立つ情報だなと思ったら友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。手書き文字が劇的に変わる7つの法則。文字を書き始める前にちょっとした準備をしておくとぐっと書きやすくなります。それはどんな手書き文字にするのかを決めておくことです。正直字が上手い人ならそんなこと考えなくてもスラスラ書き始められるんですけれども、私みたいに字が汚い界隈の人間は事前にルールを決めておくとぐっと書きやすくなります。ひょっとすると上手い人もこんなことを考えながらやっているのかもしれません。で、どんな手書き文字にするのかを決めるために必要なことが全部で7つあります。このポイントを押さえれば、なんかいい感じじゃないって思える手書き文字が作れるようになるはずです。では早速やってみましょう。1、手書きのしやすさは環境次第。これから紹介する7つの法則は大きく2つに分かれます。1つが環境づくり、もう1つが文字作り。この2つです。まずは環境づくりからやっていきましょう。で、早速1つ目ですが、1つ目の法則が操作環境です。普段私はいられをマウスだけで操作しているんですが、手書き風の文字を書くならマウスだけではさすがに難しいです。そのためペンタブレットは必須です。私は XP ペンの液晶タブレットを使いますが、板タブレットでも問題ありません。もちろん iPad でも OK です。とにかくペン入力ができるデバイスを用意しましょう。別に高価なものでなくてもいいですし、なんなら筆圧感知なんかも不要です。ということで環境づくり1つ目はペン入力できるデバイスを用意しましょうでした。2つ目の法則がブラシの設定です。普通の手書きでもボールペンを使うのか極太のマッキーを使うのかペンを選びますよね。それをいられでもやります。それがブラシの設定です。イラストレーターのブラシツール、これをダブルクリックするとブラシツールオプションが出てきます。ここで設定したいのが精度です。これを中間にするのが私のおすすめです。精細な設定にすると手の震えや細かいブレまでそのまま反映されるので一番忠実でアナログ感はあるんですが、思ったより線がブレて書きにくく感じることもあるはずです。逆に滑らかに設定するとこんな感じで手ブレは消えるんですが、ちょっとしたこういう引っかかりだったり手癖が全部綺麗になってしまうっていうところがあって、せっかくの手書きなのにちょっと味気ない感じに仕上がってしまうので、私はこの中間をおすすめしたいと思っています。ただ人によって書きやすいと感じるポイントは前後すると思いますので、必要であればこの辺の3パターンぐらいで試してみてください。ということで2つ目の法則がブラシの設定でした。3、6度だけ傾ける。3つ目の法則が6度だけ傾けるです。手書きの文字を書くときってこういう斜めの文字ってかっこいいと思うんですけれども、でも最初からこういう斜めの文字を書くのは難しいんです。
慣れないことはするもんじゃない。私は逃げます。斜めにするのはイラストレーターの機能を使ってできるので、最後に好みの角度に傾けます。つまりは書くときは横に文字をどんどん書いていって、後から斜めに傾けるっていう流れになるんですけれども、とはいえですね、全く角度がついていないと完成形のイメージがつかみにくくなります。そこでおすすめなのが6度だけ角度をつけることです。直線ツールを使って画面をドラッグすると、このカーソルのあたりに角度が出ているの分かりますか？今0度でどんどん増えていって、今6度になりましたと。こんな感じでここに角度が表示されているんですが、大体で構わないんですけれども、6度に設定してあげるとやりやすいくらいの斜めの文字を書くことができます。しかもこの線をガイドにしていくと文字の位置を揃えやすくなります。この線のガイドのことをベースラインと言ったりします。ベースラインとは文字が並ぶ基準線のことです。手書きだとこの位置がバラバラになりやすいんですけれども、この線があることで統一しやすくなるっていう効果があります。機械のように完璧でなくてもいいんですけれども、綺麗な文字に見せるためにはある程度の法則性は必要です。また文字の横の線も方向が安定するので、バランスを取りながら書きやすくなるはずです。この1本の線だけでデザインとしてのまとまりが良くなるので、ぜひ試してみてください。ということで3つ目の法則は6度だけ傾けるでした。4、変形で崩れない設定。4つ目の法則が変形で崩れない設定です。これから文字を書いていくと、ああでもないこうでもないといろいろ変形させていくわけなんですが、通常その度に線の太さが変わってしまい、統一感がなくなってしまいます。なので拡大縮小などで変形したら、線の太さをスポイトツールなどで元に戻すっていう操作が必要になってくるんですが、これが非常にめんどくさい。それを省略するのが次の設定です。ウィンドウの変形、こちらですね。そうすると変形のパネルが出てくるんですが、ここの線幅と効果を拡大縮小、あと角の効果を拡大縮小、こちらの2つのチェックを外すと、拡大縮小した時に線の太さが変わらない。これで小さくしてみると、さっきと違って線の太さ変わってないですよね。こういう後からどれだけ変更を加えても元の状態を維持できるっていうのはいられのいいところですよね。便利な機能は使い倒していきましょう。ということで4つ目の法則は変形で崩れない設定でした。5、大小のバランス。ここまでが環境づくりの法則でしたが、残りの3つが文字作りの法則です。この法則が決まって書き始めてしまえば、あとはもう簡単なので、もう少しだけ設定をしていきましょう。で、5つ目の法則が大小のバランスです。手書きの文字をかっこよく見せるには、大きさにメリハリをつけることが重要です。目安としては、小さい文字に対して大きい文字が2倍から3倍くらいのサイズ感。これだとちょっと小さすぎるって感じですね。イメージとしてはこのぐらいでしょうかね。四角がイメージ的に2倍ぐらいかなみたいな。この四角が特に目立たせたい文字の時に、他の文字はこのぐらいのサイズ感ですね。目安としては、小さい文字に対して大きい文字が2倍から3倍くらいのサイズをつけるとメリハリが出るんじゃないかなというふうに思います。これも別に数値で正確に測るのではなく、あくまで体感で大丈夫です。むしろ少しばらつきがあった方が手書き特有の温かみやアナログ感が強調されていいと思います。ということで5つ目の法則が大小のバランスでした。6、自分だけの手書きスタイルを作る。6つ目の法則が自分だけの手書きスタイルを作るです。文字って実は形に一定の法則があるんですよね。既存のフォントでもここの角度が同じとかルールがあるのなんとなくわかりますか？
この法則を自分で一つ決めておくと手書きの文字がぐっと書きやすくなります。例えば私の場合はこんなルールを決めました。横の線は短めにする。縦に伸びる線は少し長めにする。漢字の口のような四角形はしっかりと閉じずに少し間を空けておく。癖字っぽいところどころの引っかかりは残しておく。続け字や省略文字のようなアナログ感を強調する。こんなようなルールを決めています。いずれもあまり綺麗にしすぎると既存のフォントでいいかなっていうところに落ち着いてしまったりするので、手書きらしさを残すためのルールとしてこんなルールを設定しました。手書きの魅力って完璧すぎない味にあると思うんですよね。でも何も考えずにやるとこのバランスが崩れてしまうので、ちょっとしたルールを決めておくだけで見た目の統一感が生まれて一気にそれっぽくなります。もちろんこのルールは人それぞれで OK です。何を残して何を崩すかは自由なんですが、もしどんなルールにすればいいかわからないという場合は私の決めた5つのポイントをそのまま試してみるのもありだと思います。ということでここまでで6つの法則を紹介しましたが、ここまで決まれば文字を書いていけますんで、ここからは実際に文字を書いていきたいと思います。先ほどのルールに従ってまずはこのベースラインをガイドに考えながらこんな感じですかね。後で変形させたり修正したりできるんである程度で大丈夫です。で、たが少し小さめでベースラインに合わせた形でですね、この横の線がこのガイドラインと平行になるようなイメージで書いていきます。で、最初の文字が大きくて他の文字が少し小さめですね。縦の線は少し長めで、漢字は少し長めでいきたいと。癖字っぽさ、面白さを出したいなと思うんで、このぐらいまで長さいってしまいます。四角は口を閉じない。ちょっと癖っぽいところは残す。少し間がでかいかなっていう気はするんですが、後で直したいと思います。この辺もとりあえず一回書いてしまいましょう。一旦この辺でしょうかね。で、拡大縮小していきたいと思います。次はもうマウスで直していきたいと思います。変形の設定を変更しているんで、こういったちょっと文字が長いかなって思ったところでも拡大縮小で全然普通に直していけると。結局出来上がったものはもうパスになってますんで、字の下手な私でもどうにかなるよっていう、そんな感じですかね。いくらでも変形ができるっていうのがイラストレーターの本当にいいところですよね。角度も直していけるんでめっちゃ便利です。これがなかったら一発勝負をずっとやり続けるみたいな形じゃないと書けないので、私にはちょっと無理かなって気がしちゃいますね。こう好みの文字にどんどんしていく感じは楽しいですね、私。はい、ということで拡大縮小しながらバランス直してみました。こんな感じでどうでしょうかね。ということで6つ目の法則が自分だけの手書きスタイルを作るでした。ここまでできたらいよいよ7つ目の法則です。7、文字の並びを楽して揃える。7つ目の法則を発表する前に少しだけお知らせです。こんな風にイラストレーターの使い方やデザインのことをしっかり学べる私が作った本気の有料講座が登場しました。ありがたいことに受講生の方からは5段階評価で 4.5 という高評価をいただいています。講座にはとても満足しています。さらに理解が深まりました。全くの初心者ですがとても分かりやすくてためになりましたといった嬉しいレビューをいただいています。イラストレーターを段階的にしっかり学びながら楽しく身につけたいという方は、私の有料講座いられが使えるようになるまでに必要な10のこと、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。7つ目の法則が文字の並びを楽して揃えるです。これもイラストレーターを使っている人ならおなじみの機能ではあるんですが、文字と文字の間隔を揃える機能、
いわゆるトラッキングという機能があるんですが、これが手書きとなるとめちゃくちゃ大変になるんですよ。こんな風に一律で動いてくれませんからね。例えばここの「ま」で「ま」と「で」の間がすごく狭かったり、ここの間が広かったり、均等に見せるのが本当に手間なんですよ。でもイラストレーターならその調整が驚くほど簡単にできるんです。2つ方法を紹介します。まずはじめに紹介したいのが、こんな感じで大きさがかなり違う場合はウィンドウの整列から整列パネルを表示します。で、文字はそれぞれグループにした状態にしておきます。で、均等にしたい部分を選んで、水平方向均等に分布をクリックすると、ここの間隔が均等に並び直ります。こっちの後半部分も均等に並べると、こんな感じで1回で均等に並べ直すことができます。両端を基準に真ん中を均等に並べ直すという操作になります。ですので、例えばこの「ま」をもっと右に寄せると、ギュッと間が詰まったような形で並び直すことができますと。これは大きさが違う場合でも均等に並び直しますんで、便利な機能なんじゃないかなというふうに思います。で、2つ目紹介したいのが新しい機能です。もしこんな風に文字の大きさがそれほど大きく変わらない場合は、このベースラインごと全体を選んで、パス上オブジェクトツール、これでベースラインを選ぶと、そこのベースラインを中心に並び直すことができます。これも簡単です。さっきよりも直感的に選び直すことができるので、あなたが書いた文字に適したやり方で使い分けてみてください。ここからさらに仕上げていきます。最初の方で言っていた文字の角度、こちらを直していきたいと思います。シアーツールで上下左右にドラッグしていくと、こんな感じで文字が傾けることができます。いい感じですね。直感的な操作でデザインをサクッと整えられるので本当に便利ですよね。ということで、最後に画像などに合わせると、ということで手書き文字の完成です。どうでしょう、なかなかいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。私はデザインが女性っぽいと言われるんですが、こういう文字も女性っぽいかなと思われそうですよね。いや、逆に言えば今回紹介した7つの法則を使えば、男性でも柔らかくて雰囲気のある文字が書けるっていうことですね。ぜひ皆さんも手書きの文字でメッセージを書いてみてください。デジタルが当たり前の時代だからこそ、手書きの温かみがより心に響くはずです。ということで、手書き文字7つの法則でした。ボールペンでも使えるテクニックですが、今回のようにイラストレーターを使えば簡単に変形したり、後からいろんな調整を加えたりできるっていうのが伝わったら嬉しいです。先日発売した私の本でも文字のデザインやテクニックについてたくさん紹介しています。ぜひチェックしてみてください。今回の動画が参考になった、ためになったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok でも発信をしています。ぜひそちらの方もフォローしてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。最後に、いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。いつかどこかで会える日が来るまで頑張っていきたいと思っていますんで、ぜひよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。